秋阿部と申します。で、店の名前はコズモスレコード、トロントのカナダにいます。ありがとうございます。2軒あって、コズモスイーストはロックとソウルと初期のヒップホップとディスコとかそういうのがあるんですけど、ウエストはほぼジャズとブラジルとロックはもっとサイケデリックですね。でそうやって分けてるんですけど、でもあっちの店はちゃんと家賃が払えるような店なんですけど、こっちの店は僕のアパートみたいになっちゃってます。あっちの店はちゃんとクイーンストリートに乗ってるじゃないですか。でこっちの店はクイーンストリートより避けてるじゃないですか。でこれ避けてるってところがすごい好きで、東京みたいなニューヨークみたいなところだなっていう感じなんですよ。だからこのスポットが好きだったんですよ。うちの外出るとサインがあるんですけど、レコーズって上から下に書いてるんですね。これは日本の店だっていうことを見せたかったので、日本の旗は置きたくないんですけど、日本の店のニュアンスを置いてるような店を作りたかったんです。コズモスレコードは98年に始めたんですけど、ヴィンテージ古いレコードだけお金がなかったからそれしかできなかったんですけど、買い付けでアメリカにぐるぐる回ってストックを集めて6ヶ月ぐらいかかったんですけど、初めはオールジャンルのレコード屋ではなかったので、あの頃はレアグルーヴとブラジルとかジャズだけを置こうという甘い考えだったんです。ですからレコードショー FMU とかそういうのも毎月行ってたので、そういうコネを使ってディーラーとかも家も知ってたので、ニューヨーク、ボルチモア、ボストン、フィリー、ワシントン、アトランタ、セントルイス、ピッツバーグ、デトロイト、シカゴ、クリーブランドでぐるぐる回ってました。日本人がよく行ってた有名なルートなんですけど、その時は携帯とかなかったから電話とかファックスでしてこういうところいいんじゃないかっていう情報を入れて、それで待ち合わせとかして行きました。あとはゴールドマインとかいう雑誌があって、それのバックページを見ると全部レコードショーが書いてたんで、そういうところをちょっとチェックして、ここはいいなここはいいなっていうところをいろいろ見つけていきました。自分でチェックして全部これは良くなかった、これは良くなかった、これは良かった。一回シカゴに行ったら全部エルベスで何もソウルジャズ一切なかったです。そういうところはレコードショーとかありました。いろいろ研究してレコードを集めました。コズモスレコードっていうのは初めの1ヶ月ぐらい名前がなかったんですけど、家でじっとサンダのレコード聴いてて、ムーンシップジャーニーという曲が大好きなんですけど、その曲ずっと聴いてたらジャケットのカバーの名前がコズモスって書いてあって、その LP 好きだったので、コズモスって、ユニバースっていう意味なんですけど、その名前にしよっかっていう、でもレコード開けた時には半年ぐらいで終わっちゃうかなと思ってたんですけど、いろいろあってうまくできました。72年生まれですから、ティーネイジャーの時には86年とか85年だったので、ニューウェーブハウスとかがこっちで聴いてて、あと15歳ぐらいから DJ 始めて、その時にはかけてた音楽はハウスとディスコとかアフターアワーズの音楽だったので、その時聴いてた音楽っていうのはラジオでかかってなかったから、レコードで買わないと聴けないという音楽だったので、レコード屋に一生懸命行って、それで集めて学校のダンスとかそういうので DJ してました。意識して買い始めた一番最初のレコードって覚えてらっしゃる？一番最初はデロアライブとかディバインとかディバインライブ見に行ったり、行ってたクラブはやっぱりコマーシャルの音楽とかメインストリームの音楽が好きじゃなかったので、行くところがちょっと変なアフターアワーズとかそういうのばかりだったんです。でそういうところでかけてた音楽が大好きで、そういうのを集めてました。レアグルーヴとかラジオとか聴き始めるきっかけのそうですね、始めた時僕もだから DJ してた時にはジャズ大嫌いでした。かけれないから。でもその時に90年の初期だから、その頃ちょうどレアグルーヴとアセットジャズが流行ってた感じだったんですね、こっち。だからそういう音楽の方に行ってしまって、そういう音楽かけてるとあまり DJ のギグがなくなっちゃうの。だからもう DJ とかもやめて、古い音楽とかを一生懸命探して聴きました。一番影響あったのは91年か92年頃かな。僕のお世話になった人がDMR の社長さんだった岡本さんっていう人なんですけど、広志さん。
岡本さんがアメリカに買い付け行ってる時に秋ちょっと来いよってちょっと翻訳してほしいから英語と日本語両方と喋れるので、そういうきっかけで買い付けを習ったんですよね。そういう時に岡本さんラリー・ラバンとワルター・ギビンズすごい好きだったので、ラリーが DJ してるから一緒に行こうよとか、ワルター・ギビンズ DJ してるから、店で待ち合わせして行こうよって言ってとかなんか言われて、それで一回ワルターを見に行った時があったんですよ。確かゴールドかやろうかな。それがすごい影響があって、それでワルターのレコードずっと探してて、アセテートのすごい珍しいのがあるんですけど、ちょっといいですか？ここにありますから。これがカナダオンリーのリミックスのワルター・ギビンズの12インチなんですけど、12インチは一応出てるんですけど、アセテートミックスは13分ぐらいで、倍ぐらいなんですよ。でエディットされてなくて、ワルター見に行ってちょっとなくなっちゃったんですけど、その後にすぐ本屋さんでたくさんレコードがあるところの見に行ったらこれがあって、たまたまあって、だからこれを大切にしてますそうですね、影響ばかり受けてるんですけど、僕の両親が日本に住んでたので、日本帰った時には必ずレコード屋僕行って、一つはティーマールはそうあったんですけど、ミスターボンゴの東京、そこにもうしょっちゅうずっといましたでそこで働いてた人、長谷川さんだったっけな、今 HMB にいるとかなんか聞いたんですけど、30年ぐらい前だから覚えてないと思うんですけど、フェイスレコードの武井さんとか、その時にシゲさんがそこでお世話になってた時は、そこで会ったんですよ。シゲさんと会ったのは95年から6年ぐらいかな。その時に僕ちょうど日本に行って山下達郎のブレイクとかそういうのを探してたんですよ。その時になんかポッと後ろから出てきて、達郎が好きだったらこれも吉田美奈子もいいよとか推薦してくれて、すごいいい人だなと思って、それからずっと友達でいたんですけど、その時にしげさんも今買い付け毎月、年に10回とか12回とか毎月行ってたらしくて、ニューヨークであったりトロントに来てあったり、待ち合わせして車でぐるぐるアメリカ回ってました。一緒にタバコすごい吸って先輩ですね、もう大先輩ですね。日本であんな買い付け行ってる人いないんじゃないかっていうぐらい買い付け行ってたから、アメリカのことはもう何でも知ってたと思うんです。何ジャンルでもレコードでも SP でも、もうレコード音楽に関しては何でも知ってましたから、すごい知識だったんじゃないですか。いろんなレコード屋とかに雇われて行ってくれとかコンサルティングしたりいろいろしてたらしいんですけど、誰も知らないブレイクからオペラとかジャズとか何でも知ってます、あの人は。そこまで知ってないとうまくレコードやってできないんじゃない。日本のレコードのカルチャーとか見てて、アメリカとかカナダにないところがすごいたくさんあったので、そういうところを見てこっちで細かくやっていきたいなっていうので始めたんですけど、日本のレコード屋は本当にレコードのことを細かく知ってますね。でもこっちのレコード屋は、そこまでは知ろうという意思がないような気がして、ただ単にレコードをバンと置いて買うもんがあるんだったら買ってくれっていう感じなんですけど、でも日本は本当にもう店長が上から下まで全部レコード音楽のことを知って、それで細かく一枚一枚のレコードに何かあるかって僕の友達に言われたんですけど、必ず何かセクシーなことを魅力があるところを探せって言われました。そういうところを一つ見つけたら必ずレコードが売れるから、そういうものを探しとけって言われましたね。例えばこのジャズのレコードだったらこれはゲートフォールドだとか、このフォントは昔のこういうフォントだとか、セールスポイントを必ず見つけないと売れないかなって。うちのスタッフにも必ずセカンドプレスでもそのセカンドプレスのいいところを見つけろって言っておきました。でも今はすごいいいレコードがたくさんあります。特にトロントはすごいたくさんいいレコードたくさんあります。ウエストコーストもイーストコースト、知り合いのレコード屋のクルマーチャンとかニューヨークだったら、昔はサウンドライブリーとかあったんですけど、日本的なレコード屋とかはたくさんありました。で今は、インターネットですごいインフォメーションとかがありますから、そういうところをよく見てるレコード屋はたくさんあるなって思いましたね。学校卒業し会計士だったんですよ。数年間そこで働いて、初めクラブを開けたかったんですよ。でも開けようとしたらここまで金がいるんだっていうのを知らなくて、それお金がなくてレコード屋開けたんですけど、レコードのことだったら
まあまあ知ってたので、買い付け行ってちょっとレコードを売ってみようかっていう感じでちっちゃな店開けたんですけど、もう何もない店でもう本当にドランクな喧嘩するような人ばかりでした。でこれが初めレコード開けた時の写真なんですけど、98年ですね。その頃98危ないからバーがあったんです。本当だ。治安悪かったですね。あの頃レコードちょっとブラジルとかもありましたね。こっちがウエストであっちがイースト。イーストバティスト。ウエストバティスト。あっちでいい客が来てたら、はい、あっちにもいてよいるよっていう歩けるような範囲で。なるほど、向こうも見てってよって言えるって感じですね。そうですね。やっぱりパーソナリティがあっちの人とかこっちの人とかいるから、はいはい、あっち行った方がいいよとかこっち行った方がいいよって。なるほど。あ、来た。オリジナルショップ。ありがとうございます。お疲れ様です。レン君。レンです。レン君です。入るとこっちがヒップホップ、ロック、はいはい、でレアグルーヴ、後ろがディスコとハウスとかそういう。なるほど。こっちがジャズとちょっとクラシック。最初はこっち側しかなかったんですね。そうですね。ここだけだったんですよ。横ずっと惜しかったところで、開けてくれなかったんですけど、最近チャンスがあったから開いてよかったですね。そうポップで。ポップ。あ、来た。あ、ぜひオートグラフのちょっとご紹介いいですか。誰がいるかな。あ、ピートロック。ピートロック、ニック、ナッツ、ワンダー、ダイヤモンド、ジャズイジェ、イージーモー、スピナー、スキーム、アルケミスト。アルケミスト。あ、ココさん。ココちゃん。下北といえば。あとね、ハウスの DJ とか、ミュージリー。昔はカウンターここにあったんですけどね。あ、ここにレジがあったんですね。30年前から場所はここなんですね。オリジナルストア。それ場所はずっと一緒です。クイーンウエストは昔からレコード屋とかヴィンテージが多いところで、はい、あでギャラリーが多かったんですよ。僕は店開けたいと思った時にどこに開けようかって考えてて、やっぱりアートギャラリーがたくさんあるところに開けたかったんですね。なぜかって言ったらアートギャラリーは客もいいし家賃も安い。でも家賃が上がっちゃってみんななんかいなくなっちゃったんですけどアートギャラリーなくなっちゃったんですけど、でも初めはそういう考えでここに来たんです。じゃあアートギャラリー昔はあったんですね。すごいたくさんありました。アートギャラリーも横と横全部ギャラリーでした。アートギャラリーはそうですね、歩いてる人がすごいクールでヴィンテージを分かってくれるような人がアートギャラリー行くから、そういうところにあげたかったです。なるほど。それで何年かあと99年にウナマスっていうナイトクラブをこっちで開けたんですよ。4年間ぐらい経営したんですけど、これです。本当だ。ウナマス。僕と友達一緒にやってました。これがカレンダーだったんですけど。かっこいい。で、ウナマスってのはケニー・ローハムのジャズのレコードから撮ったんですけど、で400人ぐらい人が入ってて、あの頃はミディアムサイズぐらいだったんですけど、今はもうでかいクラブはないらしくて、木曜日はレアグルーヴとブレイキングのナイトで、金曜日はハウスで、土曜日はディスコとハウスっていうそういうクラブでした。すごい楽しくて、学びましたね。いろいろDJ がこういうことを考えてるんだとか、どういう DJ が世界的にいるんだなっていうのをたくさん学びました。でもその間店も同じ時にやってたので、このままナイトクラブやってたら店できないんじゃないかということで、だから大変だったので、ナイトクラブはちょっとやめたんですけど、これウナマスっていう昔のクラブなんですけど、スピナー髪が長い時。クリーブランドにマジーって僕のインベントリーのビジネスパートナーですね。
があって、なぜクリーブランドを選んだかって言ったら、ラストベルトって、よく知ってると思うんですけど、戦後の車のインダストリアルレボリューションの時に鉄をトランスポートしてたのは水ですから、でその水の川のところをぐるぐる見てみると、そこの町がロチェスター、セラキュース、ニューヨーク、ジャージー、フィリーでピッツバーグ、クリーブランドでデトロイトにムトクライスラーとかいる車のところがあったので、そこで鉄をトランスポートしてて、たくさん仕事があったので人がいたっていうこと。60年代の70年代、そのいい時にアメリカのアートが眠ってるところなんです買い付け行ってる人はよく知ってるんですけど、レコードが一番買えるところは、ニューヨークとかペンシルベニアは買えたんですけど、オハイオはすごい買えたんですよ、ソウル。デトロイトは日本の企業がいたのであんま行かなかったんですけど、でピッツバーグもディーラーがいたのでピッツバーグもあんま行かなかったですね。ですからオハイオはまだ誰もいなかったので、一緒にそこでちょっとレコードを掘ろうで20何年付き合いなんですけど、そこでコレクションをバンバン買ってます。マジーは僕が店やってる時にいろいろ初めすごい知識があるレコードのコレクターがいるっていう噂を聞いてたんですね。マジーも僕のことをちょっと日本人でちょっと興味があるやつがいるっていうのを聞いてたらしいんですよ。でも誰も紹介してくれなかったんです。紹介したらレコードが全部なくなっちゃうんじゃないかって言われて、でもマジーが店に来てくれて一回、すごい性格があったので、一緒にこれから長期的に見ていこうっていう。他の人に売らない、自分たちしかやらない情報とかそういうのはもう全部うちのものにして、全部うちの店から出すという。他のポップアップとかインターネットで売るとかディスコグで売るとか eBay で売るとか、そういうところには絶対出さないとか、路上にも行かない、そういうことを話して、そういうストラクチャーを作って会社を作ってきました、2人で。初めは辛かったですね。みんな eBay とかやってましたから。友達でレコード買ってた人も eBay に行っちゃった人もたくさんいましたね。でも僕とマジーはやっぱり店を大切にしていこうっていう、そういう考え方でパートナーになったので、外には出さないように必ず店の中でやっていこうっていう。オンラインは一切やってないです。店オンリーです。全部手で売ってます。あと買う時にも自分の街ではレコードショーで買わないというポリシーで、なぜかって言ったらお客さんの目の前でお客さんが探しているレコードを僕が見つけたら失礼じゃないですか。だからレコードショーでは挨拶しには行きますけど、買いには行かないです。90年代かな、ニューヨークのちょっと北の方に、僕ラテンが好きだったので、ラテンがたくさん置いてあるレコード屋があるよっていう、家みたいなレコード屋があるっていう噂だったんですけど、名前もわからなくて場所もわからない、ただ単に北の方にあるよって言われた。クイーンズの方から、でもクイーンズ行きたくないし、ブロンクスも行きたくない、北の方だからハーレムリバードライブを通ってまっすぐ行くって言われたんですけど、そしたらビーチの街が出てくるって言われて、それを覚えてて一応行ってみたんですよ。そしたらシティアイランドっていうところに出てきたんですよ。降りて人に聞いてみたら、いやレコードあるよって言われて、それ行ってみたらムーンカウサーレコードっていうインターネットで見たら写真が出てくると思うんですけど、そこに行ったらロジャーっていう人がロッキングチェアで前に座ってて、で大きなスピーカーでラテンジャズをわーって流してるんですよ。話しても何も聞かないぐらいの大きさで、その人に挨拶して、それで家に入ったら階段で上に上がらないとレコードが取れないぐらい、3台ぐらいレコードありましたね。全部でラテンでしたね。何万枚じゃないですか。あんなたくさん見たことないです。一番奥の壁が全部7インチ、全部ラテンの7インチ、デッドストックとか、でもコレクターみたいな感じでしたね。ちょっと今日は5時にレイバレットがライブでやってるから踊りに行くから閉めなくちゃいけないんで早く出ろって言われたり、1週間ずっといましたもんね。すごいたくさん買いました。そこはニューヨークの人は知らなかったんですよね。知り合いのレコードやってる人たちに話してみたら知らないって言われて、レコード全部持って買ってるから一枚一枚楽しみがあるっていうか、思い出がありますね。どこで買ったかってのも全部覚えてるし、ニューヨークってすごいたくさん小さなレコード屋が昔あったんですよ。どのレコード屋もラテンが入ってる、ラテンのセクションがあって、必ずデッドストックのシールドだったら同じレコードが置いてあるんですよ。なぜかなと思って聞いてみたら、デッドストックじゃないんですけど、ワンストップっていうのがあって、そこに行くと
売り切れたタイトルを1枚2枚ずつこうやって向けれる、店にも向けるようなところがあったらしいんです。あの頃知識なかったから日本のこのサバビアっていう本をプレゼントしてもらって、これ勉強した方がいいよって言われたんですよ、はい、こういう本を見て持ちながらこのレコードありますかとか、これ何って言ったらいや何でもないって言って見せなかったんですけど、日本でやってもあったかもしれないですけど、北アメリカでは誰も知らなかったから。本当ですね。サババガイドブック的なのはやっぱり日本が最先端だったんですか？そうです。だからでこういうのを見ると、例えばエアグルーヴこうやって書いてあるんですけど、はいはいはい。本当だ、フリーソウルとかも。ジェームズ・メイソンはい。と、こういうの、カール・シャーロック・ホームズ・マグナム。はいはいはい。今となっては定番のレアグルーヴが、こういうのが載ってたから助かりました。こういうの見て、なんだこれって言って探して、これはなんだって言ったら吉田美奈子。吉田美奈子、はいはいはい。とかでブラジルのレコードとか、もうソーム、アンドレクソームとかありましたよ。サンフランシスコ行ったらいきなり普通に売ってたりするんですね。いや瓶の中に入ってたりしました。最近買ったのは7インチ。7インチ。ブラジルの7インチ。その中にすごい珍しい7インチがあって、それもちょっと見せますよ。これそのコレクションにこれがあって、これだけちょっと抜いてうちのいい客に乗客にプレゼントあげようかなと。へえ、これはめちゃくちゃ珍しいですか？これは珍しいです。面白いレコードで、なんかカニエがこれで歌を使った。あ、そうなんですね、カニエが。でもサイケデリックのソウル。へえ。でオハイオのボディっていうスタジオを知ってます？いや、わかんないです。デトロイトにモタウンがあって、はい、オハイオはボディっていうスタジオがあるんですけど、そこでソウルとかジャズの音楽をすごい録音してて、ルーラグレンとかホットチョコレートの録音、はい、でそのスタジオでこれも録音されてて、結構いい感じの。ボディのスタジオに行ってホットチョコレートのこのレコード知ってます？ホットチョコレートのエンドストックないかっていうのを探しに行ったんですよね。はい。あ、なかったですか？でもホットチョコレートのラベルのオーナーの奥さんかな、女の人、結構昔なんですけど、その人からルーラグレンのバイブルそういうのをもらいました。このレコードはクリーブランドのレコードで、うちのパートナーのバンドあの人はホットチョコレートのマネージャー。SOUL とホットチョコレートのマネージャーで、このジャケットのオリジナルアートワークっていうのがあるんですよ。オリジナルあるんですけど、まだくれないですよ。一生懸命取ろうとして買おうとしてるんですよ。あ、なるほど。売ってくれないですね、まだ。売ってくれないんですよ。アーティストのお子さんかな、誰かが持ってるんですよ。すごい綺麗なんですけど、欲しいですけどね。それが夢です。このレコードはトリーナーっていうジャズラウンジで録音されたレコードなんですよ。ライブアットトリーナー。はいはい。それでこのレコードはトリーナーにサインされてるんですよ。ここが寝かしてるレコードなんですけど、はいはい、やっぱレアグルーヴって珍しいんで、全部いっぺんに出さないで少しずつうちは出してます。ワインみたいにちょっと寝かして、ちょっとずつ回してこういう、ストック
こういうストックとかは必ずあるようになる。普通のレコードとかもすごいたくさんあるんですけど、はいはい。もう先月バッファローに行って買ってきた、あ、買ってきたんですか、バッファローで。買ってきたんですけど、その辺ってまだ出るんですか、レアグループ。あんま出ないですね。やっぱそうです、本当にラッキーじゃないと出ないです、でもコレクションとか時々出るんで、車でレンタカーで買いに行きます。見に行って。あ、これカナダの、これ知ってるかな。いや、そうなんですよ。これカナダの、はい、ブレイクビートっていうか、レアグループとか、ちょっとエレクトロニックファンクみたいな、面白いです。ストゥーディス・スクールス。普通の定番みたいな感じな、ジェームズ・ブラウン。はいはい。JB も。JB 大好きです。ジェームズ・ブラウン大好きで、必ずちゃんとあるようにしておきます。これのデッドストックあったな。これのデッドストックがすげえ。デッドストックであるんですね。めちゃくちゃ綺麗ですね、やっぱりデッドストックが。ここはストックルーム。ストックルーム。ストックルームですね。秘蔵ですね。これは貴重な映像ですよ。普段スタッフしか入れないですもんね。お客さんにはしかまああまり見せないですよね。そうですよね、はい。ありがとうございます。いえいえ。トロントは夏は住みやすいですけど冬は寒いですね。北海道とよく似てるって聞きます。でも人口は8ミリオンぐらいだから大きくて、アメリカのシカゴよりちょっと下かなっていう感じな、いろんな人種がたくさんあるので、音楽も売りやすいし、アートとかファッションとかそういうのはニューヨークみたいに桁は小さいですけど、一応あります。結構みんなフレンドリーだから何でも聞いてもちゃんと嘘つかないで答えてくれるっていう。他とは違う。そうですね、やっぱりうちはトレンディーになっちゃうとやめます。うちなぜかって言ったら、トレンディーになりすぎると値段が上がりすぎて、そしたらお客さんかわいそうなんじゃないかなと思って、ある程度ストックしないようにします。それで値段が下がってくるとまたそのストックお客さんが厳しいとうちも厳しいですから。だからそういうのトレンドいろいろ見てて、ブラジルもすごい 2,3 年ぐらい前に流行ってたからちょっとスローダウンしました。それで最近フリージャズとかブラジルがちょっと下がってきたような感じなので、フリージャズも僕も大好きなのでストックしだして、ブラジルもマネージャーのコレクションちょっと最近買ったんですけど、でも他の店はやっぱり新譜とか出してるからすごい大変だと思います。コストも高いし、何が出てくるか分かんないで、アーティストがいいレコードを出してなかったらその月はダメだとか、いろいろうちの店も経験してるから下がったり上がったりしてるので、そういうところを他の店に話してあげるとか、うちはこういうところで失敗してるとか、からやめた方がいいよとか、いろんなお話ししてます。他の店とみんなで一生懸命やらないと長いことできないと思いますね。やっぱり昔から来てるお客さんが帰ってきてくれるっていう時は一番嬉しいですね。特にプロデューサーとかビートメーカーとか結構来てたので、その人たちもインダストリーが上がったり下がったりするの激しいから難しいと思うんですけど、そういう古い人が帰ってきてくれるっていうのは嬉しいですね。まだいるんだとかよく言われますけどね。日本のレコードファン見てて、新幹線に乗るとうなぎパイってのはあるんですけど、それを持ってきてくれる。うなぎパイが好きですね。あとちょっとシャウトアウトしていいですか。昔の友達なんですけど、アムステルダムレコードっていう、あの人ももう昔からのディガーちゃんとやってる人なんで、でもよく話してるんですけどね。でも正しいことをやってれば必ずうまくいくんじゃないかっていう、派手じゃないけどでも必ずやることは正しくやってるっていう店です。ここでもいろんな人にお世話になってるから、日本はね、トロントでうち何もないところですけどね、ちっちゃい店でやりたいことはやらせてもらってありがたいですよ。お
れとかぜひ。よく知ってるよね。みんな知ってるよね。おお。最近。最近ですかそれ。最近もアウルってウィーっていうはいはい知ってるでしょ。はいその同じレベルアウル。最近の最近なんだ。最近買ったあ、最近の入荷ですか。コレクションだけど結構いい買ったコレクションって、まあ、12月頃にちょっと出そうと思ってはいはい。言いますおお、自分で買った。はいはいはい。スライド。スペーシングアウトいいですね、スペシャルアウト。ベーダーズこれおお、来た。これいいサンプルなんか。これカナダのはい。珍しいそれ知らないです。なんだっけプラスティッククラウドプラスティックの。エレクトリックトイレッエレクトロニック。トオハイオとかに買ったコレクションはオハイオに置いてるんですよ。はいはいはい。で年に1回か2回ぐらいにトラックであ、取りに行って。取りに行くんですけど、ボーダークロッシングがちょっと難しいです。怖いです。U ホールのトラック1個とか。ユーホルンとトラック1個。そうでもバッファローあたりのクイーンストンのブリはいはいッジを通ってくるのが一番いい。見てる人で買い付け行きたい人は、そっちと必ずクイーンストンのブリッジ行った方がいいと思う。ストレートのブリッジとかみんなレコードしてるやつが働いてるんで、レコード取られちゃってるんですよ。なるほどなるほど。危ないから。昔セントルイスよく行ってたんですよ。イベイでファンキーユーっていう人がセントルイスを掘るようになったから行かなくなったんですけど、その人が行く前はセントルイスすごいレコード買えて、店でレコード掘ってたらなんかいきなり音楽がパカパカパカって聴いて外出て目の前にバーがあったのでパッと見に行ったらコルテット・トレビエンがやってたライブでやってたりとか。でもその時にあまり僕もレコード知らなくて、よく日本の友達からガンがあるレコードを買った方がいいよって言われて、はいはいはい。ガンがあるレコードをずっと探してたんですよ、セントルイスの。はいはい。でレコードバックルーム見せてくれて、あと見てたらあったって言ってでこれだったんですよ。これがありましたね。なるほど。それで5ドルぐらいだったけど、90年代だからそういう時もありましたね。